こんにちは、CSET 営業部宮城下です。今回は、プレス成形という業種に絞って、機能のご紹介をしていきたいと思っています。ちなみに弊社のユーザーさんはですね、プレス成形といっても、自動車のアンダーボディとかで、必要とされる絞り形状ですね、を得意としたユーザーさんが多いのも特徴になっています。で、実際にご紹介させていただく機能は、今回も2つに分けているんですが、1つ目が成形見積もりができるかどうかというところで、ご紹介させていただきます。で、次に2つ目、量産するための金型設計が、実際にこの製品ができるかどうかという、つまりは DR ですね、に必要な機能というのをいくつかご紹介させていただきたいと思います。プレス成形に携わるユーザー様には 3D タスカル X、3D タスカル X ライトをご利用いただいています。それでは一つ目の成形品見積もりについてご紹介していきます。まず、読み込める 3D データの種類は、製造業で利用されているほぼ全てのデータに対応しています。IGES、STEP、パラソリッドといった中間ファイルはもちろん、CATIA V5、NX、クリオパラメトリックといったネイティブデータにも対応しています。プレス成形では、3D モデル以外に製品製造情報、いわゆる PMI が重要となってきますが、タスカルでは CATIA V5、NX、クリオパラメトリックの PMI が読み込めるようになっています。この PMI では、スポット溶接の指示を表したものになりますが、何枚で溶接するかや、溶接打点の座標などが一目でわかります。アセンブリの中から単品モデルを表示したいというのも簡単に行えます。最大外径をワンコマンドで計測することができます。タスカルではこのように面の認識が取れているので、面と面触るだけで角度を簡単に計測することができます。また、こういったフィレットの部分もワンクリックするだけで R を計測することができます。簡単に断面が確認できたり、計測することもできます。このように断面を確認できます。例えば、指定した平面で一番離れたところの断面を見てみます。その上で断面線として抽出することができます。作成した断面線だけを表示します。この時に線の長さ、線長が計測できるので、見積もり時の材料取りの参考値として利用することができます。今見ている画面をそのままプリントアウトすることもできますし、画像コピーしていただければ、見積書などにそのまま貼り付けることもできます。以上が一つ目の成形品見積もりとしての使い方となります。続いて二つ目の金型用の DR、加工、ジグの手配でよく利用される機能をご紹介していきます。金型の抜き方向の設定として、ローカル座標、副座標を任意の場所に設定することができます。抜き方向の設定ができたら、負荷のチェックを行っていきます。この設定は、抜き方向から見えてる面は緑色、不覚になる面は赤色に色分けをします。プレスの金型設計では、垂直ゼロの面が重要になってきますので、それだけを別の色として設定することもできます。外注手配用、あるいは社内の現場用として図面が欲しい場合には、3D から簡単に二次元図面化ができるようになっています。また、カラー図面の作成や番線を表示することもできます。設計変更が行われたときに 3D データだけで確認しようとするととても大変なので、自動で色分けする機能がついています。この場合は変わってないところが緑色、
設計変更が行われた箇所は赤と青に変わります。このように見落としなく確認することができます。構成部品表の作成は3つの手順を踏んでいきます。まず1つ目がユーザー視点というユーザー2の場所を視点として登録します。次に 3D モデルを移動します。最後に中期を作成します。この時に部品名取得ボタンを押していただくと、部品名を自動で抽出します。構成部品表を作成した後で元に戻したいときはいつでも元に戻すことができます。最初に視点を作成しておくことで、いつでも切り替えができるようになっています。実際にジグや金型のデータを取り込んで、検証ができるようになっています。以上が2つ目の金型用の DR あるいは加工、ジグの手配としての利用方法となります。ご興味をお持ちいただいた方は動画説明欄にもリンクがありますが、ホームページから体験版やカタログなどぜひダウンロードいただければと思います。